にちは、みなみです。今日は2021年12月24日クリスマスイブです。そんな日になぜ私が誰もいない港にいるかというと、東京湾一周にチャレンジしたいと思います。てか、ほんとここ寒い。そして寂しい。誰もいない。というわけで、まだ気温も0度ぐらいなんですけど、元気に頑張っていきます。さあ、いきなり始まっちゃったんですけど、今回はここ船橋にあるララポート東京ベイをスタートに半時計回りで東京湾一周走りたいと思います。東京湾一周は東京、神奈川、千葉をまたいだ約190キロのコースです。途中、神奈川の三浦半島と千葉の房総半島は地続きになっていないので、久里浜港と金谷港の間を結ぶ東京湾フェリーを使って横断します。ちなみに私が急に190キロ走りたくなった理由は、ある YouTuber さんが動画の中で100キロ走れたら200キロ楽勝っしょって言ってて、私もこの前の九十九里浜ライドで100キロ走れたから200キロ楽勝っしょって思いました。幸いにもクリスマスに予定が何もなかったので、今年最後のライドとして挑戦してみることにしました。しばらく走るとお日様も出てきて、ちょっとポカポカ。こんなぐらい時間にスタートするのは初めてだったんですけど、なんか遠くに旅行に行くみたいでワクワクしました。もう明るくなってきたところで最初の見どころ、江戸川に到着。カモも寄ってきて応援してくれました。今日の夜はカモ鍋かなっていうのは冗談で、江戸川を越えると東京都に入ります。最初はテンションも上がって寒さを忘れちゃってたんですけど、なんか落ち着いてきたら急に歯がカチカチ鳴るぐらい寒いことに気づいて、急いでウィンドブレーカーを羽織りました。私の体感温度どうなってるんだろう。しばらく走って荒川に到着。荒川サイクリングロードは広くて開放感があるので、私が大好きなところです。朝日が昇るところも見れました。綺麗。荒川を越えると東京都墨田区に入ります。スカイツリーもあるよ。都内は車も多いので怖いかなって思ってたんですけど、意外に走りやすくてびっくり。道幅も広くて自転車の走行帯もあって、路面もここまでの千葉の道より滑らかでした。都内の中心部に入って少し走ると日本橋に到着しました。日本橋は首都高速道路で覆われているんですけど、その高速道路を地下に移す工事をしていて、2040年に完成する予定です。2040年だと私その頃もう40代だけど、またそんな時もロードバイクで見に行きたいな。あと日本橋には日本国道路原標があります。この道路の真ん中にあるマンホールっぽいやつで7つの国道の起点になってます。あと C さんみたいなのがいてちょっと怖い。日本橋から銀座に走っていくと見どころがこちらもたくさんあります。有名な銀座三越です。ライオンの銅像もマスクしてました。早くコロナが完全収束しますように。スタートから30キロぐらい走って最初の補給タイムです。補給食はこちら。私の大好きな白いたい焼きを食べました。もっちもちの食感とカスタードクリームで卵感に癒される。国道1号線を南下すると多摩川サイクリングロードに差し掛かります。ぜひとも走ってみたいところなんですけど、今日はお預け。橋を渡っているとなんと富士山がすごい綺麗に見えました。雪で真っ白。ミルクかき氷食べたい。国道1号線にはこんなスポットもあります。その名も国道駅。そのまんますぎるネーミング。私もこんな駅があるなんてブログで知ったんですけど、戦前からある駅舎で、この外のボコボコは太平洋戦争中に米軍機から受けた機銃掃射の跡らしいです。
構ブログに読んで一度は行ってみたいと思ってたんですけど、ほんと時が溜まったみたいな雰囲気で面白かったです。こんなレトロなお店で食べれる焼き鳥って絶対美味しい。どんどん走っていくと、あれなんか綺麗な雰囲気になってきた。ここはもしかして横浜？みなとみらいのエリアは綺麗なマンションやオフィスビルが並んでいて、同じ海沿いなのに千葉とはまた違った雰囲気がして走っているだけで新鮮でした。しばらく走ってコスモワールドに到着。来るかな来るかな来るかな。今日はクリスマスだからここの観覧車も夜になるといっぱいになるんだろうな。ですでに10時50分。走り始めて5時間半でまだ60キロ。夜までに戻れるか心配になってきました。でもやっぱり横浜の赤レンガ倉庫は外せません。赤レンガ倉庫ではちょうどクリスマスマーケットのイベントがやっていて、カップルがたくさんいて楽しそうでした。私は関係なく190キロ走破を目指します。頑張ろう。横浜はおしゃれで洋風な建物がたくさんあって、街中を走っているだけでも観光名所だらけで走っていて飽きない場所でした。横浜から久里浜港の間は信号は多いんですけど、適度にアップダウンが多くって走っていて楽しいコースでした。ここで事件発生。なんと次のフェリーの時間が1時間20分後。そして残された距離は25キロ。横浜を満喫してルンルン気分で2回目の補給食をコンビニで取っていたんですけど、フェリーの時間を調べてびっくり。次のフェリーを逃したら15時過ぎに千葉の金谷港に到着してしまいます。そこから90キロも走らないといけないなんて、家に着くのはもう何時なんだ。ここは今の私が持っているありったけの力をペダルにぶつけるしかない。だけど信号が多くて進まない。間に合うのか、どうなんだ。間に合わなかった。本当にあとちょっとで私が到着した瞬間に出発しました。悔しすぎる。さよなら千葉くん、これで日没までには間に合わない。次のフェリーまで時間あるからお昼ご飯でも食べようかな。何がいいかな。着丼いただきます。お味噌汁、お味噌汁が体に染みる。美味しい。マグロ丼は温かいご飯の上に赤身のマグロが乗ってました。わさびがたっぷりなのがポイント高い。私こういう港の食堂ってカレーとかカツ丼とかこってりした食べ物が多いイメージだったんですけど、あっさりとしたマグロ丼がメニューにあるのは本当に嬉しかった。ペロッと完食。ごちそうさまでした。ここから東京湾フェリーで金谷港まで向かいます。片道40分で料金は自転車込みで1400円です。フェリーの時間が来るとスタッフの方が声をかけて案内してくれました。自転車は乗った状態でフェリーに入っていきます。左側の道は滑るみたいなので、右側のコンクリート部分を走っていきます。クジラの中に入っていくみたいで面白い。ロードバイクはスタッフの方に渡すだけでいいので楽ちんです。がっちり固定してくれます。ハンドルのところにクッションも挟んでくれて、傷つかないようにしてくれてるのもポイント高いですよね。じゃあ階段を登って船の中に行ってみよう。船内は広くてこんな風にボックス席もあります。ロングライダーズのあみちゃんも発見。一緒に写真撮ろう。くるくるます。船の外に遊びに行きます。客室から出てすぐのところはこんな感じになってます。
風呂の炭酸バグみたい。2階に上がってみます。2階は広くてとっても開放的な気分になれます。この時期だけど海風が気持ちいい。ゆりになり過ごしたけど頑張ったなって海を眺めてたら貨物船の目の前を通りました。東京湾は大きな船舶がいっぱい往来してて、こんな大きな貨物船とスレスレですれ違って迫力ありました。加賀屋港に到着したのでドマールのところに行きます。世話になった船ともここでお別れです。ありがとう。滑りかけないようにゆっくり降りていきます。ここからゴールまでは約90キロです。信号は神奈川より少なそうなんですけど、もう15時ぐらいになってしまったので頑張って走っていきたいと思います。しばらく走ると本当は今日のお昼ご飯を食べる予定だった金屋さんが見えてきました。ここは以前車で来たことがあったんですけど、海がすっごく綺麗に見えて、めちゃくちゃ大きい穴子天丼が美味しかったんですけど、今日は泣く泣くスルーです。と思ったらなぜかスピードが全然出なくなりました。ペダルにも力入らないし、時速17キロが限界。さっきマグロ丼も海軍カレーパンも食べたはずなのに、なんでだろう。明るいうちに距離を稼ぎたいのに進まないし、なんか若干頭ぼーっとする気もして、この時はもう無になってゆるゆる走ってました。僕じゃね、動物たちも応援してくれてる。でもなんかやっぱおかしいって思って、急遽コンビニでレッドブルと和菓子の栗を買ってみました。なんと栗が入ってない？もしかして栗の形のあんこ？ショックって思ってたらちゃんと入ってました。よかった。しっかり食べて会員注入してまた出発します。マグロ丼やカレーパンを食べてもハンガーノックっぽくなったってことは、補給は消化する時間や補給する内容とかも考えないといけないんだなって勉強になりました。朝5時半から走り始めて、私がスピード遅いせいなんですけど、もう日が暮れてきてしまいました。私ロングライドで夜になってしまったのは初めてなんですけど、昼走るのとは全然違いました。暗くなると車との距離感が分かりにくかったり、路面の凸凹が見えにくいので、いつもよりさらに集中しないとなって思いました。あと田んぼの真ん中を走ってる時に後ろから何かに追われてる感じがして怖かった。レッドブル本日3番目、翼を授ける。よし、現在149キロ地点。ちょっと膝裏が痛み始めてきたんですけど、頑張っていきます。ここら辺から京葉工業地帯に差し掛かります。この区間は大きな工場がたくさんあって、交通量も比較的多いんですけど、道幅がすごく広いので怖さはなかったです。夜の工場初めて見た。なんか近未来的な雰囲気で、中から今にもエヴァンゲリオンが出撃してきそうな雰囲気でした。エヴァに踏みつぶされたら困るので先に進みます。最後の波及尺は汗をかいて暑かったっていうのと、もう一踏ん張りだから大好きなもの食べようって思って、ファミリーマートのイートインで食べる牧場アイスのコーンバージョンを買いました。程よい甘みと冷たさとボリューム満点のアイスに癒されたな。でも外に出て秒で後悔。体が冷え切っちゃってまた歯が震えるカチカチになってました。いつも通る千葉駅付近に帰ってきました。もうこの道何回も通ってるからほんと安心する。もうこの頃になると膝裏も痛くて、ほとんど片足でペダリングしてる状態だったんですけど、最後の力を振り絞ってラストスパート。
20時24分ララポート到着。やっと帰ってくれた。めっちゃ疲れた。途中フェリーに間に合わなかったり、ハンガーノックっぽくなったり、体の痛みがあったり、ほんといろいろあったんですけど、東京や横浜の綺麗な街並みやフェリーからの景色を楽しめたり、迫り来る時間の中で決められた距離を走る挑戦ができたのも楽しかったです。達成感がめちゃくちゃありました。今日はそんな感じで動画を終わりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあまたね。